こんにちは。お元気ですか？今日は6月3日の水曜日ですね。昨日ね、昨晩はね、ちょっとダラダラスマホで漫画読んだりとか、あとはスマホゲームをね、ちょっとパズルゲームみたいのをちょっとして、こうダラダラと過ごしちゃって夜更かししてね、寝るのが3時ぐらいになっちゃったんですよね。なんかすごい昨日いろいろこうやる気が出なくて、すごく能動的にダラダラしたくてっていうか、ダラダラしたくてダラダラするみたいな、なんかなので、すごく生産性のないことをしてたいような気もして、ずっとスマホのパズルゲームとかしてね、無駄に時間を過ごして自然に眠くなって眠りについたのが3時ぐらいだったっていう感じなんですけどね。そうするとやっぱね、今朝も起きるのがちょっと遅くなって、もう毎朝やってる朝ヨガとかね、あと床をちょっとクイックル的なもので軽く拭くとかね、そういうのも全然しなくて、それがね、私の朝のルーチンだったんですけど、クイックルみたいので軽くお掃除して、もうほんと適当にですよ。でその後ヨガマットを引いて10分くらいのヨガ、もう本当に簡単な疲れないストレッチ的なヨガをするっていうのがね、習慣だったんですけど、今日はもうその気も起きず、ただね、朝起きて普通にお茶を入れて飲んで、これも毎朝のルーティンなんですけど、でちょっとぼーっとしながらYouTube とか適当に見て、また生産性のないことしてたんですけどそれで朝ごはんをもそもそと食べて、朝ごはんをね11時過ぎぐらいかなに食べて、で12時前からちょっと仕事始めてみたいな感じでそんな感じですごくダラダラ過ごしてました。気分的にムっていう感じだったんで、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、なのでちょっと一回ね、逆にだらけてしまいたかったというかねちょっと一回落ちたかったっていう感じですね。本当何もやる気はなかったんですけど、昨日寝る前にね、寝る前っていうか1時過ぎぐらいにね、シンクに溜まってた食器、お茶碗とかね、そういう食器はなぜか洗いました翌朝すっごいめんどくさーっていう気分になると思うので、あと朝起きた時茶碗とかでね、ご飯食べるお茶碗とか洗ってないと本当に嫌なんで、あとは一番最初に朝飲むお茶のね、湯飲みとかが洗ってなかったりとかすると本当に嫌なんで、それでどうにか洗ったっていう感じですね。あとシャワーとかもちゃんと浴びましたけど、私シャワーとか浴びないと寝るとき気持ち悪くって嫌なんですよね。ここ数年よく風呂キャンセル界隈なんていうね、言葉が結構浸透しましたけれども、私はね、風呂キャンセルにはならないタイプなんですよね。別に毎日ちゃんと清潔にしなきゃとかね、そういうのじゃなくて、単純に体感覚的に気持ち悪いすっきりしない、夜寝る時に体が一回清められた状態でないと、お布団の上に寝てっていうのが嫌なんですよね。最近はね、日中もちょっとベッドの上にゴロンってなっちゃうこともあるので、特にね、スーパー行って外に一回出て帰ってきて、その服装下のズボンとかは買えますけど、 T シャツとかそのままお布団の上にベッドの上にゴロンってなるので、あんま衛生上的には若干あれなんですけれども、ただ夜ちゃんと眠りにつく前はもう体をね一回きれいに洗った状態ですっきりして眠りにつきたい、じゃないと気持ち悪いっていう感じですね。だから体調がね悪くて風邪ひいちゃった時とか、あとはね、年に1回ぐらいはあるかな、年に1回ぐらい本
当に何もやる気が起きなくて、もう無理っていう時はお風呂にシャワー浴びずに寝ちゃう時とかあります。年に1回ぐらいかな。そうそう。まあお酒とか今飲まないからね。昔はちょっと酔っ払ってそのまま寝ちゃったとか普通にありましたけど。そうそう。ただこうなんだ、夜寝る時にシャワー浴びずに寝ちゃったとしても翌朝は浴びますね。やっぱそのまま一日過ごすのは気持ち悪いんで、うん。私みたいに一日家で過ごして別に誰かと会うわけでもなくても、昨晩シャワー浴びず寝ちゃったら、朝浴びてすごいスッキリして一日を始めますね。そうそう。だから私は風呂キャンセル界隈っていうのは、ちょっとね、信じられないってほどじゃないんですけど、自分にとってはありえない感じだったんですよね。で、そういう言葉が、風呂キャンセル界隈っていう言葉が出始めてきた時って、最近の若い子の中で流行ってる言葉なのかななんて思ったりもしたんですけども、あとすごい少数派でそういうのがいるよっていうのが、この SNS とかね、そういうのの台頭によって、より、こう、一部の、この、少数派の人が自分風呂キャンセル界隈です、風呂キャンですみたいに言ってるのかななんて思ってたんですけども、なんか最近ね結構いろいろこうなんかそういうSNS とかで見るとね、風呂キャンってそんなに少数派でもないのかなっていうのがねそうそう、なんか感じられて、もしかして意外と周りにも風呂キャンの人いるのかもみたいな。ものすごく年季の入った風呂キャン、本当に何日も風呂入らないとかいう人はもしかしたら本当に少数派かもしれないですけれども、1日2日入らないとかは意外と普通に、そうやってそれが普通っていう人が多いのかなって思ったりとかしましたね。で、夏とかはね、やっぱりちょっとたくさん汗かいたりとかそういうのもあるので、あの、あんまり風呂キャンしないっていう人もいるかもしれないですけども、逆に、汗いっぱいかいたりとか匂いとかがね、こう、そんなにっていうような冬とかだとね、もしかしたら1日2日風呂実は入ってませんって人いるのかなって思ったりとかしました。私みたいにね、こう、人に会わないような生活をしてたらあれかもしれないですけれども、普通に会社員してて、毎日オフィスに出勤するみたいな人だったら、ちょっとこう、自分は良くても、もしね、自分の髪の毛、頭皮がちょっと匂うとかだったら、ちょっとね、気になっちゃって、本当は自分的には風呂キャンなんだけど、オフィスに毎日出勤しなきゃで人にも会うから、毎日こうお風呂入ってますみたいな人もいるのかなみたいな。あとは、冬とかだったらね、1日ぐらいお風呂入んなくても多分匂いとか全然出ないと思うんですよ。人にもよるかもしれないですけど、そうそう。だから1日は全然平気だと思うし、冬も2日だったら人には気づかれないと思うんですよ。これも個人差あるかもしれないんですけど、体臭とかでね。うん。そう、どうなんだろうななんて思ったりしました。とりあえずね、私は、風呂はすっきりするから入る。すっきりしないと気持ち悪いから、風呂キャンは、しないタイプですっていう、それだけですね。美味しいからコーヒー飲みますっていうのと同じで、すっきりするから風呂入るし、逆に入らないとすっきりしなくて気持ち悪いから、シャワー浴びて、ちゃんと一通り洗ってっていうのをしますっていう感じですね。ただね、髪の毛の洗髪はね、毎日洗わないようにしてます。2日に一遍にしてるんですね。ただ夏とかね、すごい汗をかくシーズンは、やっぱ毎日洗っちゃうんですけれども、髪の毛はね、こう2日に一遍とかくらいの方が、こう頭皮的に、頭の健康的には、いいだろうなっていうのもあって、昔、美容師さんが奥さんですっていう友達がいて、男友達がいて、なんかその人がよく髪の毛は毎日
洗わない方がいいっていうのを2日に一遍にしろっていうのね、なぜか知んないけどね、ちょくちょく言ってたんで、やっぱそうなんだっていう、ちょっと刷り込みがあるのかもしれないですね。まあ実際そうだろうなっていうふうに自分も納得して、髪の毛は2日に一遍っていうルーチンにしてます。まあ3日に一遍とかでもね、冬とかはいいのかもしれないんだけども、やっぱりね、2日に一遍はつい洗いたくなっちゃうなっていうのがあって、ついね、冬とかでも2日に一遍は洗っちゃってます。あとね、外国人とかだったらね、全然数日洗わないとか当たり前ですもんね。まあ、これは、毎日風呂入って毎日シャンプーまでするっていうのはね、なんていうか、これぞ日本人の性質っていう感じなんでしょうね。まあ、もしかしたら、この、日本人の毎日髪の毛を洗うっていうのが、逆に、世界的視点から見たら、ちょっと変わってるのかもしれないななんて思ったりしました。まあそんな感じでですね。あとなんだろう、今日とかちょっとさっき思ったのはっていうのは、ちょっと美しくない話で申し訳ないんですけど、お食事中の方とかちょっと美しくない話で申し訳ないんですけども、ちょっとさっきお手洗いに行って、すごいすっきりしたんですよね。で、最近、まあ結構、お通じが、いいなっていう感じなんですよ。快便だなって思ってるんですけども、まあ最近っていうか、まあここ数日って意味じゃなくて、まあ、49歳現在っていう意味での最近ですね。そうそう、私子供の頃からもうずっと便秘がちで、その便秘をどうにかしようという長い旅の末、49歳の今快便にたどり着いておりますっていうそういう感じなんですけれども、そうそう、だから最近快便だなっていう、もちろんね、体調とかその時の生活習慣によってはね、今でもね、ちょっとここ最近便秘がちだなとか、そういうのはもちろん全然あるんですけども、まあまあ最近はね、最近っていうのは49歳現在の最近は基本的には便秘で悩むっていうこと自体はないですね。ここ1週間便秘だなと思ったらちょっとなんか少し気をつけてまた通常に戻るとかね、そういう感じなんで。ただ昔はね、本当に便秘がちで、もういつもコーラックはお家にいつも常備してるっていう感じでしたね。でもちろんね、常用するのは良くないので、いよいよもうコーラック飲まないとなーっていうぐらい便秘が何日もね、本当に1週間とか出てないとかね、になったらいよいよコーラックさんに頼ってどうにか出すっていうのをね、結構繰り返してましたね。もうこのコーラックに頼る習慣っていうのはいつぐらいまでだろう。やっぱ20代ぐらいまではコーラック買ってた気がしますね。多分アラサーぐらいから、20代後半ぐらいからかな、コーラックに頼らなくてもどうにかなるように徐々になってきて、で、まあその間ね、私もいろいろこうしたらいいかな、ああしたらいいかな、こうしたら便秘治るかなみたいのをいろいろ試した末に、まあ今現在は便秘ではなくなったっていう感じですね。ちなみになんですけれども、私は昔から別に食生活がすごく乱れてたわけじゃなくて、逆にこの一般的な平均値よりも若者の中の平均値の中では結構きちんとしたものを取ってた方じゃないかなって思うんですよね。でも多分体質なんですよね。子供の頃からなんで。すごく便秘がちで、子供の頃から。もう本当に検便とかがあると大変でしたね。学校に持ってかなきゃなんないじゃないですか。今は違うのかな。今はもしかしたら郵送とかだったりするのかな。わかんないけど、検便があって、それを提出しなきゃいけないのに、いつまでに提出してくださいっていう時まで出なくて、もう本当にね、もう提出日の締め切り日、最終日の朝にちょっと学校に行くギリギリまで学校まで歩いていくんですけど、うちちょっと田舎で遠かったから歩いて3、40分かかるんですね。
でどうしても出なくて、もう一緒に登校する近所の子たちでの通学班っていうのがあるじゃないですか。でこの集合して、その通学班で学校に行く時のその通学班の子たちにちょっと先に行っててって言ってもらって、私はこの 1限目が始まるギリギリまで家でどうにかお手洗いで出そうとしてて、それで無理やりほんのちょっと出して、それで急いでこう家の人間に車で学校まで授業に間に合うように送ってもらうとかね、そういうのをしてた思い出がありますね。だからもう本当に子供の頃から便秘がちで、その便秘はもう中学高校大人になってもなかなか治らなかったって感じですね。そうそうで、食物繊維取ったりとかね、いろいろこうバランスよく食べたりとか、いろいろたくさん水を飲んでみたりとかね、そういうのはしたんですけれども、便秘が治らずに結構悩みの種でしたね。コラックって結構きついじゃないですか。でその時の状況にもよるんですけども、本当にすごい苦しい痛みが襲ってくることありますよね。コーラックで出す時にこうあれってピンクの小粒コーラック2粒なんですよね。2粒なんだけど、2粒飲んだ後出る時にえらいものすごいこう激しい痛みとともに出ることがあって、それで怖くてピンクの小粒コーラック1粒だけ飲んでみたりとかね、そういうこともありましたね。あとはそのうちコーラックに緑の小粒が出てきて少しソフトなやつそうそう、だから緑の小粒のコーラックに頼ってた時もありましたね。多分やっぱり私と同じようにね、コーラックですごい激しい痛みでこう下すっていうこの人もねいたんだろうなって思います。で20代の頃とかはね、ちょっとハマったってわけじゃないんですけど、この便秘対策でやってたのはオールブランですね。シリアルみたいなやつ、ふすますごい食物繊維がもうバカ入ってるやつで、味はまずいドッグフードみたいな感じ。ドッグフード食べたことないけど、味が本当に作物の味で、甘さとか入ってないんですよ。逆にあれ甘かったらちょっとカロリー過多になっちゃうから、あれで良かったんですけど、あれをね、私はお腹が減ったりした時のおやつで食べるようにしてました。そうするとね、便秘も改善されてちょうどいいっていう感じで、だからオールブランは常にネットで5個とかね、5箱とかをまとめ買いして、もう必ずストックするようにしてましたね。それをもう常時食べてる感じ。もうそれを切らすと便秘になっちゃうって感じなんで、ただコーラックとかに比べたらね、ちょっと自然に出るようになってきたかなっていう感じなんですよね。で一時期はダノンビオ、ヨーグルトですね。この4つパックにこう1234っていう風にこうくっついてるやつですね。パキってこう1個ずつ取って食べるやつ、あれも甘いヨーグルトなんですけど、あれで若干便秘が良くなったような気もして、あれも試したりとかしましたね。で普段からヨーグルト食べたりとか、ヨーグルトちょっとカロリーというかね、糖分がすごい多いので、カロリーというより糖質過多になっちゃうので、プレーンヨーグルトね、砂糖甘さが入ってないヨーグルトとかを結構ちょこちょこ食べるようにとかはしてましたね。そうそう、そんな感じでこう30代に入って、でも徐々にね、本当に自然になんですけど徐々に良くなってきたりとかして、なんだろうな、こう最終的に結構私にあったのは玄米でしたかね。そう玄米玄米を食べたりとか、
あとは、もう一回言うけどバランスよくですね、何でもかんでもバランスよく食べるのと、あとはちょっと炭水化物がやっぱり多かったのかなっていうのは思いますね。私すごい炭水化物大好き人間で、逆に肉とかがねそんなに好きでもないっていう方なんで、そうそうで、もう玄米を主食にするようになって、最初はね玄米とかだと逆に便秘になったりしたんですよ。多分ね消化がうまくいってなかったとかね、そういうのがあると思うんですよね。あのやっぱり消化不良になっちゃったりとか、結局そうすると、栄養素的にもちゃんと吸収もできないし、胃腸に負担がかかっちゃうしみたいなね。だから食っても意味ねみたいなね、せっかくの栄養素とかもね、そういう感じで、それで最初はいろいろ考えて、ローカット玄米っていうのがあるんですよね。玄米なんですけども、軽く玄米にしてあるやつそうそう、それをさらに白米とちょっと混ぜて、ちょっとずつ玄米の割合を増やしていったっていう感じでですね。でなんやかんやでちょっとずつ自分もね玄米を消化するのに多分体も慣れてきて、でもちろんねきちんと噛むようには心がけて、そうそう、それでね今は結構三分好きにしてもらって食べることが多いんですけれども、最近はね三分好きとかじゃなくて、まんま玄米を食べてっていうのをしてますね。単純にねちょっと三分好きしてもらってたところが、ちょっと1年ちょっと前の米騒動でね、なかなかこう米がなくなっちゃって買いにくくなっちゃって、それでそこで買うのやめちゃって、最近ではスーパーでねこう手軽に買いやすい玄米を買うようにしてるんで、なので、100% 玄米の玄米食を食べてるっていう感じですね。なので玄米を食べてることによってある程度こう便秘っていうのはなくなって、ちなみになんですけども、私の便秘じゃない快便っていうのは毎日出るっていう意味ではなくて、私のねペース的にはだいたい2日に一遍3日に一遍ぐらいで普通です。だから1日出ない日があってもそれは便秘っていうふうには自分では考えてなくて、私のこう腸のペースがねそういう感じなんですよ。でなんかで毎日昨日も出たけど今日も出たみたいな日もねもちろんある時はあるんですけども、そうそう、それがお腹の調子が悪くて出たのか、もしくは快便すぎて出たのかっていうのはちょっとその時こうどうだったろうってこう考えるようにはしてるんですけど、いいや、とにかく 2,3 日に一遍のペースで今は快便で出ておりますと、いい状態で出ておりますっていう感じですね。でもちろんね玄米食べ続けててもその時のコンディションによって出てくるものがねとてもいい状態で出たとかね、もしくはちょっと硬いとかね、いろいろあると思うんですね。その中でもここ最近やっぱこれやると快便だなってなったのがあって、私の体質的にね酒粕がすごくあったみたいなんですよね。そうそう、だから酒粕を、冬の間とかもねお味噌汁に入れたりとかしてちょっと酒粕生活してた時あったんですよ。日常の中のお食事に酒粕をちょっとこう取り入れるみたいなね。だいたいスープに入れるぐらいしかないんで味噌汁にいつも入れてたんですけども、その時はねさらにこう快便というかね、その便の内容というかね、いい便が出るというかね、だからますますこう調子がいいのかなっていう感じだったので、その後ねちょっと冬のシーズンが終わった後ちょっと買ってたお店で酒粕が売ってなくなっちゃったんで、一回酒粕生活が止まったんですよね。でももう一回ちょっとまた酒粕食べようかなと思ってちょっと別のスーパーで売ってたんでそっちで買ってきて酒粕生活を始めたら、やっぱりね酒粕を食べ始めて1週間ぐらいでやっぱりね快便度合いが上がったんですよね。そうそう、だから、私の場合は適度な食物繊維プラスこう酒粕っていうのがすごくあったんだろうなって思いましたね。
発酵食品とかね、普段から味噌とかはね、私味噌大好きなんで、すごいよく取ってたりとかしたし、野菜もね、結構食べてると思うんですよ。3食必ずキャベツの千切りとかね、プラスアルファで人参とか、その季節の野菜とか必ず3食お供として食べてるので、そうそう。だから食物繊維とかはもともと足りてたと思うけど、私にとってはさらに酒粕があったっていう感じですね。で、多分この、なんだろ酒粕がこう快便につながる腸内環境にいいっていう人は多分ね大部分だと思うんですけども、それでもねやっぱりこの自分の体に特に何が合うのかっていうのは個体差があると思うので、いろんなものを試してみるのがいいかなって思うんですよね。私にとってはやっぱ酒粕がすごい私の体質的に合ってるなっていう風に感じたので、お味噌汁とか、あとは冬の間だとね、なんかこう豆乳とか牛乳とか温めて飲む時とかねは酒粕入れるとちょっと美味しい感じになるので、そういうのにして取ったりとかしてますね。でこう使う時ね、いちいちこう袋をこう開けて入れるのがめんどくさいので、こう一回こう酒粕、私が買ったのはね、板状になってる月桂冠のやつだったかな。月桂冠のやつは結構一年中売ってるような気がするんですけど、でそれを一回一回こう取るのがめんどくさいので、こう毎回使うぐらいの量をこう切っておいて、それをパックに入れてすぐ使いたいかけらをねポイポイって入れるだけにしてありますね。で月桂冠のやつだとね、酒粕がパイシートみたいにシート状になったのが3枚ぐらい重なってるんですけども、それが重なったまま使っちゃうと結構溶けにくいので、ちょっとめんどくさいんですけど、こう切る前にこの一枚一枚パイシートみたいに剥がして、ベニヤ板みたいにこう3枚ぐらい重なってるんで、それを剥がしてこの薄い状態にしたのをこう切って、そうそう、こうちっちゃいこうタッパーに詰めてるので、それだとね溶けやすくて今使いやすいなっていう感じでございますなんかこう便秘の話になってしまいましたけど、なのでね、酒粕は体にもいいでしょうしね、あとこうお手柄にちょい足しで使えるっていうのがね私に合ってるんですよね。こう体にいいからってちゃんと調理するとかね、私そういうのめんどくさくってダメなんですよ。だからなんかにただ入れるだけみたいな、入れる時もこうもう切ってあってただそれをポイって入れるだけとかねそういうんじゃないと私続かないタイプなんで、酒粕はちょい足し食材として、日常的に使えるっていうものを私の中では認定されたっていう感じですね。そうそう。そんな感じでございます。なんかね、いろいろ健康はね、本当に人によっていろいろあると思うので、ただ人に話を聞いて、なるほどねって思ったら自分も試してみて、合ってたら取り入れればいいし、合ってなかったらやめればいいしっていう感じだと思うんですよね。こういろいろ健康を謳う本とかね、最近だと YouTube とかね、いろいろありますけれども、それはただ一つの事実を説いてるだけなので、それがその個人個人の個体差に合うかどうかは別だし、あとその個人個人が普段どういうベースで生活してるかとかによっても違ってくると思うんですよね。健康とか、あとはダイエットとかってそれを達成するために何か一つのことをやるっていうことじゃなくて、私的にはね何かをやるのであればコンボでやるっていうのがいいと思ってるんですよ。だから例えば私が今日ちょっと快便でしたっていうので、最近の生活の中での要因を考えたら、まず酒粕生活が復活したこと、酒粕を取ったことっていうのと、あとは
睡眠不足になっていないこと、ちゃんと睡眠が取れているっていうことと、あと前日に、軽く15分くらい軽くこう腹筋じゃないな、背筋とかかな、軽い運動をしたマット運動ですね。お家でできるマット運動なんですけど、を久々にちょっとしたっていうのもあって、だからこう酒粕も効いてるし、睡眠不足でもないし、あとはちょっとこう運動で刺激が加わったっていうのも要因になって、この3つ4つ、あとは食べてるものとか普段のもあるので、いくつかのコンボでこう便秘が今日は改善だったっていう結果が出てると思うんですね。でダイエットとかもこう何を食べるから、もしくは何を食べないからとかね、もしくはこういう食べ方をしたからっていう一つじゃなくてコンボがいいと思うんですよね。なんかこういうものを食べて、あとはこうメンタル的にこういうのをして呼吸を深めたりとか、あとは骨格がちょっと歪んでる部分を直すようにストレッチをしたりとか、あと有酸素を軽くしたりとか、あと睡眠不足だとね、もちろんそれも太る原因なので、ちゃんとこう寝たとかね、そういういくつかのコンボでやるのがいいと思うんですよね。そんなことを思ったりとかしました。あとはね、こう世の中でこういろんな本とかあれが言ってるのも、なんていうのかな、それが合ってるか分かんないじゃないですか。今はそうです、こうするといいです、これが正しいです、これが健康です、これが痩せますっていう情報っていろいろありますけど、そういうのってその時代時代で変わってくるもんじゃないですか。多分その一つの研究結果として出た何かは、それは嘘ではないと思うんですよ。ただその結果と研究とか実験とかが細かく言うとどういうあれでやってたのかとかね、その結果がね、その背景によって変わってくることもあると思うしあとはそのスポンサーがどこだったのかとかね、そういうのでも結果は変わってくると思うんですよ。こういう結果を出すような実験や研究ってできると思うので、ある程度操作してねなのでそれは一つの事実だろうと思いつつ、自分でもこれが理屈的になるほどって思えるような内容で、さらに自分で試してみて、これは合ってるなとか、確かにそうだなっていうふうに思えたらっていう感じだと思うので、なんだかな全部信じずに本とか読んでるっていう感じですね、私も。ただそれでね、最近読んだ本で、最近でもないな、結構前か、読んだ本で面白かったのはカロリーですね。食事のカロリー。今食品にはね、これは何カロリーって書いてあるじゃないですか。菓子パンとか買う時もね、350何キロカロリーで、たまにこの菓子パン450ぐらいある、やべえみたいなね、そういうの見たりとかするじゃないですか。で、お肉だとこれくらいのカロリーでとか、いろいろカロリーを普段気にするんですけれども、とある栄養学の本で読んだ時に、その今食品とかで表示されてるカロリーっていうのはどういうふうに算出されたものなのかっていうと、確か1800年代の時にそのカロリーを調べるために試験管の中でいろんなものっていうか、多分食べ物だと思うんですけどを燃やして、それが燃えるまでかな、どれくらいのエネルギー熱量が出たのかっていう数値がカロリーなんですってだから1800年だから、もう今から1800年代の何年か分かんないけど、今21世紀ですよだから今から200年とかそれくらい前に試験管の中で食べ物を燃やして燃えるまでに発生した熱量が今の食品のカロリー表示ってマジかよっていう感じじゃないですかそんなさ、火をつけて燃やした時の熱量と体の中でこう起こってる代謝、化学反応での代謝って
いや絶対違うだろうっていう感じもちろん目安にはなると思うんですけども、この火で燃やしてるわけじゃないから、いろんな要素があって体の中でエネルギーをこう生産する上でのプロセスがあってっていうのを考えると、カロリー表示を進行するのはこれまた間違いっていうのがすごくよくわかる事実だなって思いましたそのカロリーって単純に火で燃やしたらどれくらい熱量が出るかのカロリーで、あなたが食べて体の中でこう最終的にこのエネルギー生産を起こしたその代謝のそれとは全然違うものでしょっていうねそういうのがあるので、だから本当になんだろうな、食べ物はカロリーで見るというよりもどんな栄養素なのかで見るというのがね、いかに大事なのかっていうのがね、ちょっとねその1800年代の試験管の中で火で燃やしただけっていうのがちょっと読んで受けたっていうかね、すごいいい情報だなって思ったりとかしましたね。そうそう、なんかちょっとなんかいろいろ話したいことが出てきちゃったんですけど、そうするとこの栄養素とかね、コレステロールとかね、そうかこの前健康診断の結果とかも見る前にちょっといろいろね本とかで実はちょっと関連のね本を調べたりとかしてたりとかしたんででもちょっと話が長くなるからちょっと今日はこれくらいでやめときますということで、皆さんそれぞれのそれぞれの自分の個体に合った心地いい健康法を見つけて毎日ね美味しくご飯食べたりとか美味しくコーヒー飲んだりとかするのがいいなって思いましたっていう話です。それではまた。